ヶ月でだいたい2キロ弱ぐらいまで落とせたので、3ヶ月で5キロ落とすことができました。はい、皆さんこんにちは。更年期世代バリバリの52歳、マキでございます。さて、今日のテーマはですね、ダイエットを始めたいんだけれど、一体何から始めたらいいのといった皆さんに向けて、今日はダイエットの目標設定、食事、運動、この3つのポイントで、私が実際にやってきた内容をもとにお話をしていきたいと思っております。参考にしていただければと思います。まずはじめにね、お伝えしたいんですけれど、例えば、1ヶ月でマイナス10キロ。ズボラでも誰でも簡単にこれさえやれば、これさえ飲めば、あと痩せる漢方。いろんなダイエットグッズとか、ダイエットの方法なんて今 SNS とかね、こういう YouTube でいっぱいあるじゃないですか。でもね、基本的にそれだけで痩せるなんていうね、魔法のダイエットなんていうものはですね、ほとんどありません。正直なところ、中には非常に怪しいものも多いっていうのが実情だと思います。本当ね、私たちついついね、甘いね、言葉に乗せられがちなんですよね。私もそうでした、これまでは。ダイエットって結構その年ごとに流行り廃りっていうものがあるじゃないですか。40代、50代の皆さんはね、よくご存知だと思うんですよ。これまで本当いろんなダイエット、この世の中に出てきました。例えば、ちょっと前だったら、リンゴダイエットとかね、あとバナナとか、あとキャベツとかもありましたよね。あと他にも置き換え系ファスティング、あと16時間ダイエット、最近ではね、そういったものもあります。でもね、大体ね、短期間で食事を落とした方法というのは、大概はね、無理なダイエットが多いので、リバウンドするケースが高いです。私もね、実際ね、置き換えダイエットやりましたけど、確かにね、すぐは痩せましたけど、結局リバウンドもすぐでした。特に、この世代が、いつも言うんですけど、短期間で急に痩せたりすると、本当にね、ギスギス感っていうか、げっそり感が出ちゃうんですよ。特にこういうデコルテのラインあたり、このあたりがね、もうげっそりしちゃって、他にもたるみが出やすかったりだとか、老けやすいっていうのありますよね。せっかく痩せるんだったらね、綺麗に痩せたいっていうふうに私は思っていますので、こういうね、無理なダイエット、あと怪しいものにはね、手を出さないのが一番かなと、そんなふうに思っております。で、40代、50代っていうのは、もうホルモンのバランスが乱れてきたりだとか、筋肉量の減少とともに基礎代謝量も落ちてくるので、正直ほんとめちゃめちゃ痩せにくいです。でもね、実際に私がこのダイエットをしてみて分かったことなんですけれど、40代、50代であっても、消費カロリーが摂取カロリーを上回れば、これは必ず痩せられます。基本的には若い頃とはそう変わりはありません。今日はね、それを前提にお話を進めていきたいと思っております。ではですね、まず一つ目やってもらいたいこと。ダイエットの目標を決めるということです。まずは自分がどんな体になりたいのかということをね、具体的に設定をしていきます。短期的に、そして長期的な目標っていうのね、2つを考えてもらって、で、最終的にはどんな体になりたいのかっていうところをね、自分の中で目標を設定します。例えばなんですけれど、短期的であったら3ヶ月でだいたいマイナス何キロであったりだとか、半年でマイナス何キロ。で、あと体脂肪率はこのくらいで、洋服のサイズだったら、L サイズを M サイズにしたいとか、初めのうちなんですけれど、あんまりね、無理な目標設定をするのはお勧めしません。例えば2ヶ月でマイナス10キロなんていうのはもうめちゃめちゃ大変だし、実際、できなくはない。
方法によってはできなくはないんですけど、ちょっとさっきも言いましたけれど、無理なダイエットで、老けたりすることを考えたら、それをお勧めしないので、できるだけ、近い目標、できそうな目標を立てるのがいいと思います。私の場合はね、立てた目標なんですけれど、まず3ヶ月でマイナス3キロ。結構低い目標でした。だから1ヶ月で1キロ痩せればいいやっていうふうに思って設定しました。で、実際には3ヶ月でマイナス5キロまで行ったんですよね。1ヶ月でだいたい2キロ弱ぐらいまで落とせたので、3ヶ月で5キロ落とすことができました。で、本当はね、一番初めの目標は3ヶ月でマイナス3キロ、半年で5キロ。で、あと、もうちょっとしたら1年ぐらいで、太った分、私7キロ太ったので、7キロか8キロぐらい落とせればいいな、なんていうね、目標を、いたしました。ボディ的な部分。自分がどんな体になりたいのかっていうところでは、丸みを残しながらも、筋肉があるような、そんなね、ボディラインを作りたいっていうふうにね、今でも目標の一つとなっております。で、あとね、私途中からなんですけれど、もう体重よりも体脂肪率だなっていうふうに思っていたので、あんまり体重だけにこだわらないというか、フォーカスしないようにして、体脂肪率は下げていきたいなっていうふうに今でも行っています。現在が体重49キロぐらいで、体脂肪率 21% ぐらいなので、20% 切れればいいかなぐらいな。年齢的にもあんまり痩せすぎてしまうとね、ちょっとギスギスしたりだとかね、老けっぽく見えてしまうのも嫌なので、丸みも残しながらね、筋肉質な体が作れればいいかななんていうふうにね、初めのうちの目標は緩くてもいいので、あんまり無理のない程度に目標を立ててもらえればいいんじゃないかなと思っております。はい。はい、2つ目、食事内容についてです。ダイエットはね、食事、9割、運動1割っていう人もいますけれど、私は食事が8割で、運動が2割かなっていうふうに思ってます。とにかくね、食事はめちゃめちゃ大事です。めちゃめちゃ大事です。大体ね、ダイエットを始めると、みんなね、初めに、やれ、野菜サラダ食べるだ。春雨スープだけにするだ。あと、炭水化物を抜こうとか。結構みんなね、極端なこと本当に始めがちなんですよね。いいんですよ、それでも。いいんですよ。じゃあ、それでやりましょうっていうことになった時、1日2日ぐらいはそれでね、我慢できるかもしれませんけれど、だんだん辛くなってきちゃいますよね。まして、どうでしょう。40代、50代、私たちの世代、家族と一緒に暮らしているわけですよ。いつも言いますけど。そこでね、一人だけ野菜サラダを食べますなんてわけいかないじゃないですか。結局ね、そういうことを考えると、うまくいかないです。あとね、野菜サラダだけだとね、やっぱりタンパク質とか取れてないので、必要な栄養素を取れなくなってくるとか、あと、基礎代謝量よりも食事を取らないとか、そういうのもね、あんまり良くないので、これをまたちょっと何かの機会に話しますけど、よろしくないので、そうならないためにも、まずは、きちんと栄養バランスを考えた食事をするのが一番です。とはいえね、自分でカロリー計算なんて、ね、栄養士でも何でもないんだから分かんないじゃないですか。なので一番いいのは、一番簡単なのは、今食事の管理のアプリなどもあるので、そういったものにね、食事今なんてね、何々食べましたっていうとどれぐらいで、これはカロリーどのくらいで、あとタンパク質このくらいで、あと脂質、あとカーボ、炭水化物はどのくらいっていうふうにね、ちゃんと出してくれますから、そういったものに取り入れてもらえればいいと思います。一番簡単だと思います。私が使っているアプリはアスケンというアプリなんですけれど、これね、初めね、登録してもらってやってもらうとわかるんですけど、本当にね、食事の内容を自分で入れていったら、脂質がすっごい多かったんですよね。思った以上に多いし、いつもね、脂質オーバーです。で、タンパク質足りません。あと炭水化物もちょっと足りませんみたいな、そんな風に言われてまして、他にもね、ビタミンも足りないわ、食物繊維は足りないわ、総合点数30点ですみたいなもう本当にそんな感じではありました。それからね、ちゃんとアスケンで何をどうしたらもう少しいい点数取れるんだろうみたいなことね、自分で考えながらね、回るようにいたしました。
アスケンにはね、こういう PFC バランスっていうものがね、入れられる、表記してくれるところがあるので、これ有料版になるんですけど、これをね、実際に使っております。食事のカロリーだったり、その PFC バランスあたりの計算方法なんていうのは、初めのうちは本当に何もわかんないですから、もうね、このアスケンあたりとっても優秀な内容なんで、この通りやってもらえばもうこれでもう多分十分だと思います。で、特に40代、50代になってくると、本当にタンパク質を取ってないっていうことがね、これ入れていくとよーくわかりますからね、ぜひやってみてください。タンパク質なんで取らなきゃいけないのとか、そういった内容についてはまたね、別の動画でちょっと詳しく説明していきたいと思います。で、あとね、ここでやってほしいポイント、もう一つあります。食べてる量を把握するために、ちょっと測りを使って測ってみてください。ちょっとめんどくさいんですけど、じゃないと、自分がいつもね、ご飯だいたいどのくらい食べてるんだろうとか、わかんないんですよ。で、お肉どのくらい食べてるんだろうとか、測らずに適当にやっちゃうと、やっぱりカロリーは意外に多かったり、逆に少なかったりっていうこともあるので、初めのうちちょっと意識してもらって、私はご飯の場合はだいたい1日1回120から150ぐらい取るようにしてるんですけど、そういうのをちゃんとね、測って取るようにしてます。はい。これ慣れてきたら大体でいいんですけれど、初めのうちはそうやってやってもらうといいんじゃないかなと思います。基本的な PFC バランスについてなんですけれど、タンパク質は体重の、例えば私だったら今、49キロ、50キロなので、体重かける1グラムから2グラム。で、運動するときは2グラム程度。で、2グラムっていうと100グラムになるのかなになります。50グラムから100グラムぐらいを取るようにしています。で、これもね、100グラムって言っても、鶏胸肉だったりすると、その鶏胸肉100グラムってわけじゃないんですよね。水分だとかいろんな食材の中の、タンパク質になってくるので、鶏胸肉100グラムを食べればいいってわけじゃないので、ちょっとそのあたりもちゃんと計算してくれるので、やってみてください。はい。あと脂質は、私はね、40から50ぐらい取ってます。女性脂質を抑えちゃうと、あんまり抑えすぎちゃうと、肌がカサカサしたりだとか、あと、やっぱりホルモンのバランスもね、狂ってきちゃうので、男性はね、かなり低脂質でね、やってもらう方も多いんですけど、女性はちょっと脂質はちゃんと取ってもらった方がいいと思います。で、あと炭水化物はだいたい120から140ぐらいかな。こんなぐらいで取ってます。あとね、炭水化物なんですけど、これは本当抜かないでください。私も初めのうちはね、結構低炭水化物みたいにやったんですけど、いわゆる低糖質ですよね。やったんですけど、これやっぱりね、これやりすぎちゃうと、ギスギスしたりだとか、しつこいですけど、しつこいようですけど、ギスギス感が出ちゃったり、あとすごい老けやすくなっちゃうので、特に女性はやっぱり綺麗に痩せるってことを考えるんだったら、炭水化物はちょっとね、ちゃんと取ってほしいですね。例えばね、その糖質制限をしていたとします。その糖質制限をしていたダイエットをやめて普通の食事に戻すと、大体ね、リバウンドしやすいというか、リバウンドしてる人も多いと思います。なので、炭水化物は抜かずにうまくお付き合いをするようなダイエット方法を私はお勧めしています。3つ目、運動量を設定するです。これはもうね、自分の生活パターンに合わせて設定してもらえればいいんじゃないかと思います。例えばね、週に何回ぐらいできそうだなとか、週にどうだろう、2回ぐらいはやってほしいな。できれば2回はやってほしいし、できるんだったら3回とか4回何かね、30分から1時間程度の運動できるんだったらやってもらった方が、効果的ではあります。で、ここでね、ちょっと注意してもらいたいんですが、40代、50代、昔はできたからって言って、つい張り切っちゃうんですよ。めちゃめちゃ張り切るの。私もそうです。で、初日にスクワット100回やって、筋肉痛になっちゃいました。3日4日運動できません。嫌になっちゃった、みたいな。よくあるあるなんですけれど。
とにかくね、初めは張り切りすぎなくていいと思います。できる運動から、じゃあ何やればいいのっていう話になると思うんですけれど、私はね、筋トレをお勧めしていますけれど、筋トレの何がいいかっていうと、40代、50代になってくると筋肉量が減ってくるので、その筋肉量を増やすことによって基礎代謝量が上がるので、要は食べても太らない体作りができるっていうことで筋トレをお勧めしています。が、別に何でもいいんですよ。例えば、有酸素運動でもいいし、お家でできるタクトレでもいいし、まずはね、大事なのは習慣化することだと思います。とにかく運動をするっていうことを習慣化すること。これが一番大事で、例えばなんですけれど、それほど運動経験がない人だったりだとか、これまで運動をしてこなかった人が、じゃあ毎日今日から1時間運動するぞなんていうことは、大体続かないし、あと難しいと思います。時間取るのも難しいと思います。他にも、やっぱりね、急にやると怪我のリスクもこの世代はね、ありますからね。なので、それにあとね、毎日やる必要なんてないので、徐々に本当できることから始めていただければいいと思っております。本当無理なく、何でもいいです。タクトレでもいいし、ジムトレでもいいし、あとお散歩でもいいし、犬の散歩でもいいし、あとウォーキングあたりでもいいので、とにかくね、続けてもらう。で、私はね、筋トレやってるんですけど、そうは言っても、筋トレの時間なんていうのは、週に例えば4日やったとしても、だいたい1日やる時間なんていうのは、1時間から多くても1時間半ぐらいなので、4日やったとしても5時間ぐらいになるので、実際には日常生活で動いてる時間の方が長いんですよね。ジムでやってるからいいとかそういうわけではないので、筋肉つける分にはいいと思うんですけど、なので普段の生活でね、何かできることを探す方が、初めはいいんじゃないかなって、そんな風に思っております。私も日常生活ではジムに行けない時なんかはお散歩したりだとかしてますからね。日常生活でいろいろとね、細かくやっていく、そっちの方が現実的かなというふうにも思います。以前は有酸素運動は20分以上やらないと効果がないなんていうふうにも言われていたんですが、最近の研究結果では有酸素運動を例えば10分間歩いただけでも、それ3つ続けるだけでも全然ね、同じ効果、分割しても同じ効果があるっていうふうに言われてますから、例えば一駅歩くとか、ちょっと向こうのスーパーまでは歩いていくとか、そういう本当にね、ちょっとしたこと、私は通勤をね、歩いていくようにしてまして、往復50分ぐらいかな。結構ありますけど、そういうの歩いたりとかしてね、日常生活であったりだとか、お家の中での隙間時間にできること、そういうのを細々重ねていってもね、運動量的な部分では一緒なんでね、それでも全然構わないと思っております。はい、で、あと、運動何でもいいですよって話したんですけど、実際には何でもというか、筋トレと有酸素運動どっちがいいのとか、じゃあヨガはどうなの、ストレッチはどうなのとかね、いろいろあるんですけど、それはまた追ってお話したいと思います。はい。というわけで本日は以上でございます。で、今回の話なんですけれど、多分大体みんなが知ってる話だと思うんですよ。基本中の基本的な話なので、なんでそれを話すかっていうと、ダイエットの基本は変わらないってことです。どうしても基礎代謝量が下がってきたり、ホルモンバランスがね、ちょっと崩れてきたりなんかしてるので、痩せにくいは痩せにくいです。私も実感しました。めちゃめちゃ痩せにくかったです。でも、やってみれば、ちゃんと痩せられますし、ちゃんと体は変わってきますのでね。これはもうとにかく継続しかありません。コツコツと諦めずに継続して取り組んでいただければ、絶対ね、体変わりますので、私と一緒にね、ぜひ頑張って取り組んでいただければと思っております。また何か質問などありましたらね、DM などで送っていただければね、こまごまお返ししたりだとか、動画で結構その質問に
対してお答えをしていこうかなとは思っておりますので、どしどし書き込んでみてください。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。